皆さんいつもご視聴ありがとうございます。まこべです。今回も前回と引き続きパンスターミラクル号をお伝えしていきます。2日目の朝を迎えたまこべなんですが、何やらまだまだトラブルが続いているようですよ。そして無事に大阪港に着いたまこべ、すごい歓迎ぶりで感動でした。ではスタートです。早速なんですけれども、こちらはお部屋のバルコニーから見た映像でございます。まだね、朝の4時半過ぎだったかな。辺りはまだまだ暗いんですけれども、そうなんですよ。こちら見えますかね。橋の様子がね、遠くに見えると思います。遠くにうっすら見えているのが来島海峡大橋でございます。もうね、この橋の下を通るのをね、撮影しようと頑張って起きてみたんですけれども、やっぱりね、もう過ぎた後でございました。でもね、この日すごく月のね、明かりが綺麗で、水面がね、こんなに明るく見えてたんですよね。このね、景色だけでも十分綺麗でした。おはようございます。今日はですね、この、パンスターミラクルにね、挑戦して2日目の朝を迎えております。で、朝日も昇ってきましたね。今はですね、広島県ですかね、瀬戸大橋のちょっと手前のところを、走っております。もうちょっとでね、瀬戸大橋見えてくるんじゃないかなと思います。ね、こんな感じで瀬戸内の島々が見えております。いや、ちょっとね、トラブル続きなんですよ、本当に。皆さんね、なんか昨日もなんですけどちょっと後で話しましょうか。こんな感じでね、島がね、もうすぐ近く、見えております。いや、いいですね。そしてパンスターミラクルのパネルからね、煙も出てまして、いや、朝日ね、戦場から見る朝日ってなかなかいいもんですよね。トラブル続きはですね、実は水回りのトラブルが多くてですね、昨日、夕食後だったかな、フロントのある5階の方で水漏れがあって、排水管がね、ちょっとトラブルで水漏れしてるっていうことだったんですけど、それは解消しましたというスタッフの方ね、おっしゃられてたんですけれども、で、昨日の夜までは普通にね、お部屋のおトイレなんですけど、おトイレの水がね、急に流れなくなっちゃったのこんなことってあるみたいなねみんな他の部屋の方にも聞いてみたんですが、トイレの水が流れないっていうお話でしたいやー、ちょっとそれはね、ショックですよねと思いまして、今デッキに出てきたんですけどまあ仕方ないそれは仕方ないよ。でもね、おトイレできないと困るよねと思いながら、さあ、このなんか見切り発車でスタートしたようなミラクルなんですけど、そういうところを改善しつつね、いいクルーズ船になってほしいなと思います。さあ、このね
力があります。いやー、かっこいい。瀬戸内海に入るまで対馬のね手前あたりはすごく揺れて、波が3メートルあったっていうことだったので、結構ね船の弱い方にはちょっと大変だったんじゃないかと思いますけれども、瀬戸内海入ってからはもう揺れは全くありません。順調だったんですよねということでございます。もうちょっとしたらね、瀬戸大橋見えてくるから、これも撮影したいと思っております。逆光なので見づらいと思うんですけれども、瀬戸大橋見えてきました。わかるかな、うっすらと。これがね瀬戸大橋でございます。風が強かったのでこちらからはナレーションでお伝えしたいと思うんですけれども、うっすらね大きな橋が、シルエットのように見えておりますね。こちらが瀬戸大橋になっております。サンフラワーだとね瀬戸大橋通過は、深夜帯なんですけれども、このねパンスターの航路だと、朝のね朝食前の時間帯だったと思いますに見ることができました。ちょっとね近づくまでねしばらく皆さんと見ていきたいと思いますよ。手前を走るねまた船がいるのがいいですよね。随分と近づいてまいりましたので、こちらからは5倍速でお伝えしたいと思います。いや何度もねこちらの瀬戸大橋の下を通過したことがあるんですけれども、このね朝日を浴びながらの通過は初めてなんじゃないかなと思います。いやこのアーチもねとっても綺麗ですよね。この瀬戸大橋なんですが2層構造になっておりまして、見ていただくと分かるんですが、一番下はですね線路が走ってるんですね。そしてその上には自動車が走る道路がありまして、2層構造になっているということになります。私もですね車で通ったこともありますし、鉄道でね瀬戸大橋渡ったこともあります。いやね上から見る景色もいいんですけれども、こんな感じでねフェリーの船上から上を見上げて橋を眺めるのもまたまたいい景色でございますね。通過しちゃったかな。こんな感じでございます。やっぱり近くに来ると大きな橋ですよね。そしてこのアーチがね綺麗なんですよ、とにかく。四国のね島々を結んでるのがよくわかります。今お部屋に戻ってきたんですけど、もうね船内なんていうんですかね、これがねずっと鳴ってるんですよ、夜中中。なんかスタッフ同士の連絡に使ってるねだと思うんだけど、ちょっとねこれのせいで眠れないみたいなねのもありました。ちょっとねやっぱり見切り発車だったんですかね。設備はすごく豪華なんですけど、ちょっとね細かいところがね行き届いてないような感じでございます。残念ですよね。こんなにね綺麗なお部屋なんですけどね。また鳴ってるね。
ということで寝不足のまこべなんですけれども、お腹も空いたことだし、朝食ビュッフェにレストランにねやってきました。昨日とはまた変わったメニューが並んでおりますよ。韓国料理も並んでおりますが、和食のねメニューも並んでおりました。こんなねやっぱり日本食と違って、見たことのない、メニューが並んでるので、ちょっとね面白そうなというか食べてみたいようなメニューを撮ってみましたよ。ちなみになんですけれども、前編の方でもご紹介したんですけれどもね、バルコニー付きのお部屋でも普通のお部屋でもですね、料理は一緒なんですよ。なのでバルコニー付きのねお部屋の方は別のお席が用意されてるっていうお話だったんですけれども、朝食バイキングの時はね、もう皆さんが食べてるその長机っていうんですかね、丸テーブルじゃない方のテーブルでね、もう食べてました。お料理が近いのでそちらの方が便利がいいですしね。で特別なメニューが用意されているわけでもなかったので、まこべはねそういった形で朝食は、取ることにしました。朝食のビュッフェなんですけれども、時間をずらしたせいかですね、お客様が混んでる感じは若干なかったかなと思います。割とねお料理もたくさん並んでおりましたので、なんていうんですか、混雑してねお料理取れないなっていう感じはなかったですね。ただし夕食も朝食もですね1時間しかないんですね。なのでね時間内に食べてしまわないといけないので、そこは時間調整がね難しいとこだと思います。あんまりね遅く行っても食べるものがなかったりしますからね。こんな感じで撮ってきました。わかるかな、ちょっとね韓国っぽいお料理もあります。キムチだったりね、それから、この、なんだろう、海苔が巻いてあって、揚げてるのとか、こういうね卵焼きじゃないんですけどね、韓国っぽいです。それとなんとワッフル取ってきました。いただきたいと思います。これねちょっと不思議なやつを食べてみたいと思います。普通にウインナーのケチャップソースがかかってる感じです。あとこれね、なんだろう、磯辺揚げっぽいんですけど、もう中に白滝が入ってね、海苔で巻いてあげてるって感じで美味しいこれ。そしてこれですね、卵焼きみたいな、なんだかよくわからない。これも美味しい。卵焼きっていうよりかは餃子の中の、種をなんか焼いてるって感じですね。ハンバーグっぽい味。そしてこれ謎だったんですけどね、辛い。なんだろう、よくわかんないけどちょっとピリ辛でお酒のおつまみになりそうな味ですね。そしてキムチ、
キムチめちゃめちゃ美味しいです。ちょっと酸っぱい感じのキムチですね。そして鶏肉、すいません、ちょっと噛み切っちゃいます。なんか素鶏っぽい感じ。さっぱりの鶏肉って感じですね。ポン酢ね、ちょっと煮込んだみたいな味です。そして普通に鮭。もうこれは味がわかりますね。鮭の美味しい、味です。パンもいただいてみます。パン美味しい。まだ全部取れてないんですけど、多分ご飯とかお味噌汁もあるみたいです。でも、あとね、ドリンク類がなくって牛乳しかないんですよね。だからそれがちょっと、オレンジジュースとかアップルジュース、それからコーヒーぐらいは欲しいなって感じですね。この後ジュースとそれからコーヒーメーカーをちゃんと見つけることができました。多分中国でしょうね。クルーズ船だと思います。こちらもすごい。お食事してたら隣を通過していってます。いいですね、並走して。なんて書いてあるんだろう。なんとか号って書いてますね。じゃんじゃんチェハオかな。すごい。上海、大阪、神戸を結んでるフェリーなのかな。そうしたらね、クルーズじゃなくてね。なるほど。いや、いいですね。こういうところでね、また外国の船とすれ違うっていうのもなかなかないことでございます。やっぱり瀬戸内海っていうのはいろんな船がね通って運航してるんでしょうね。瀬戸内海通る船ってトン数がね、トン数だったかな、全長だったかなが制限があるんですよね、確か。なのでサンフラワーもね、確か全長が199だったかな。なんか1メートル少ないみたいな感じの、客船になっているようでございますね。よかった、撮影できて。お食事が済みまして、ちょっとバルコニーの方に、こんな感じでバルコニーの方に出てきました。今座ってるんですけれども、レストランね、コーヒーないと思ったらありまして、アメリカーノ取ってきました。なのでちょっとお部屋のバルコニーでいただきたいと思っております。こんな感じでね、いろんな船が立ってるんですよ。こんな感じで、
この島のね景色と、それから船の行き方っていうのを眺めながらコーヒーをいただこうかなと思っております。レストランからもらってきたコーヒーいただきます。美味しい。ちなみになんですけれども、甲板のところでですね、トイレが流れないって言ってたのがですね、この時点ではなんとスタッフの方がですね直していただきまして、流れるようになってました。もうほんとミラクルですよね。いや、前半でですね言ってたミラクルってこういうことだったんです、実は。いいですね、ほんとバルコニーにねついてると外の景色をね十分楽しめますし、あとプライベート感があるのでね、ほんとゆっくり過ごせると思います。あとはですね、本当に大阪までもう走るのみっていう感じなんですけどね。イベントも昨日ね盛りだくさんに、ありまして、出発の前のねイベントも楽しかったし、それからお食事の時のねスタッフの方のおもてなしがすごかったですよね。皆さん大変だったと思います。練習したりね。皆さんあれですね、なんて言うんだろう、いろんな芸を持ってるっていうかね、ドラムを叩いたりとか、それからピアノとか、あとそうですね、ベースを弾いてギターから弾いてる人もいたしね。で最後女性の方がいきなり歌い出すっていうねで途中ちょっとマジックみたいな、のもあったりして、なかなか面白かったと思います。こちらの映像はですね、バルコニー付きのお部屋についている無料の Wi-Fi の速度を測ってみました。動画も見れそうなぐらいねの速さがありましたし、ちょっとねお部屋でゆっくりするとき全然ね不便はWi-Fi についてはございませんでした。それではですね、こちらもうね瀬戸内海の三大大橋の最後でございます、明石海峡大橋でございます。お天気もねすっかり晴れまして、綺麗なね橋の姿を見ることができました。ちょっとね5倍速でねお届けしたいと思いますよ。大阪港がね近づいてくるにつれて上のですね走ってる車の量もねだんだん増えてきてるのが分かりますよね。そしてですね、大阪といえばですね、今万博がね開催されているんですよね。真壁はね見に行くかどうかまだ決めてないんですけれども、実はこの後ですね万博の様子もちらっとお見せしますので、ちょっとね引き続き見ていただきたいと思いますよ。さあもうそろそろですね大阪港に入港しようというところでございます。今ねちょうど大阪港のですね手前にある埋め立て地のところをですね通り過ぎてるところでございます。そして奥ですねちょっと寄ってみたいと思うんですが、分かりますかね。こちらがね万博会場になってるんですよね。なんとなく万博やってるっぽい感じの、遠目ですけどパビリオンかなっていう建物が若干見えます。万博ね無事開催されまして、良かったですよね。一時期どうなることやらということだったんですけれども、
からですね、万博会場が見えるとは思ってなかった真壁なんですけれども、通ってるところをね、地図で確認してたら、やっぱりそうだと思いまして、いや、いいですよね。珍しい光景だと思います。そしてね、このパンスターでね、韓国から万博にね、お越しになるお客様ね、とっても多いそうですのでね、いいと思いますよ。かな、ね、はい、もう見慣れた景色が目の前でございます。定刻よりですね、やっぱり1時間ぐらい遅れて入港でございます。本来だったらね、10時、入港予定だったんですけれども、今の時間ちょっとお待ちください。見えますかね、10時49分でございますね。やっぱり1時間遅れということで、初ね、処女公開あるあるなんでしょうか、遅れるなんかですね、万博の時にブルーインパルスがね、開会式の日に飛ぶはずだったんですけれども、天候不良でね、残念ながら飛ばなかったということで、この後ですね、本部の方に戻られるということで、その途中にね、関西空港に寄るんじゃないかっていう情報だけは入ってきてるんですよね。なので下船前にね、もしかしたら遠目でブルーインパルスの飛んでるところが見えるのかなと思って甲板に出てきたんですけれどもね、それらしき、飛行物体は見えておりませんさっきね、セスナが通っていたんですよね。もし下船までに見れればちょっとね、カメラに収めたいと思っております。すごい、お出迎えのセレモニーやってますすごいな。まさかこんな盛大にお出迎えしていただけるとは思っていなかったんですよ、真壁ね。いやー、こうやって見るととってもね、なんか嬉しいですよね。和太鼓のね、音色も響いておりますが、大きなね、幕をね、持っていただいている職員の方もね、本当嬉しいです。ありがとうございます。
下船をねまたお迎えするということで、今ポジションチェンジっていうことなんでしょうね。はい。間もなくお部屋中に下船っていう、アナウンスが流れたので、多分スイート、それからバルコニー付きのお部屋が先に下船になるんじゃないかなと思います。そろそろ下船でございます。こちらのね吹き抜けも最後でございますよ。なんかね、いろいろあった船旅ではございましたが、ゆっくりできましたね。もう下船だしトラブルもないだろうと思っていたんですけれどもね、またここでトラブルなんですよね。なかなか下船が進みません。このミラクルホームともお別れでございます。そしてエスカレーターをですね下に降りてきたら、なんとですね下船をするはずのハッチからは降りれないというね、いやまさかの事態でございます。でどうするんだろうね、次々からね降りてきてるのに人が流れないなと思っていたらですね、こちらでございます。まさかの車両後半から下船というねアクシデントが最後もついておりましたよ。いやでもね、なかなか見れない映像ですのでね、こちら見ていただきたいと思います。気をつけて、すみません。すごいすごい。なかなかこんなところ通れないですよ。そして船からですねターミナルの間はですね、こういった送迎バスも運行されておりまして、重たい荷物を持ってね歩かなくて済むというね、そういったサービスはね特に問題なくね行き届いてるなと思ったんですけれどもね、いや今回の本当にフェリー旅はトラブル続きで、なんだかもう笑うしかないなっていう感じのねフェリー旅になったんですけれども、いい思い出になりました。ちなみにですね、自宅に戻ってからパンスターの方からですね丁寧なお電話をいただいたりですね、もう本当に私としてはですね、もう安全運行を目指していただければそれで十分かなと思っております。いろんなね経験がたくさんできまして、思い出に残るというか記憶に残るっていうねフェリー旅になりました。機会があれば本当に安全運行になってからね、もう一度パンスターミラクル号にね乗ってみたいと思っております。そして最後にですね、船の中でいろんなね
皆様の出会いがありまして、これもね旅の思い出となりました。またねどこかでお会いできたらいいなと思っております。いかがでしたか？パンスターミラクルの就航便に乗ってみました。いやね就航便ということでハプニングもあったり、でもねスタッフの方がすごく明るくって親切に対応していただけたので、とっても楽しい旅行になったと思います。ではまた次の旅でお会いしましょう。バイバイ。ということでエンディングは最寄りのコスモスクエア駅まで無料送迎バスがありまして、その車中からの映像でお別れしたいと思います。このチャンネルはフェリー旅、鉄道旅、ホテルや旅館のレビューをお届けしております。気に入っていただけたらグッドボタンやコメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。いやもう今回はですね久々のフェリー旅だったんですけれども、トラブル続きのフェリー旅となってしまいまして、なんだかね大変な旅になってしまいましたが、これに懲りずにですねまたフェリー旅続けていきたいと思います。そしてね新造船の進水式に行く予定もございますのでね、ぜひご興味のある方は引き続き見ていただければと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。